こんにちは、にまよです。本日は1000万貯めた私が実は秘密にしているリアルでは言えない節約術を初めて公開したいと思います。今回の動画では節約術を15個お話ししたいんですけど、他の節約動画であるような保険に入らないだとか通信キャリアを安いものに変えるなど、いろんな発信者さんがお話ししているような節約術は節約界隈では常識に近いような内容になっているので、除外して人に言うと癒しいみたいなドン引きされてしまうようなレベルの節約術を公開したいと思います。普段聞かないようなね、節約術もたくさん盛り込みましたので、もし今回紹介した節約術の中で実践しているよっていうものがあったら、あなたはもう外れ値の節約マニアなので、仲間はコメントで教えてください。サムネが顔出しなのは、顔を出したくないけど雰囲気を出したいっていうので、重めの加工により本人とはかけ離れた顔となっておりますのでご了承ください。それではスタート。今回節約術をお話ししていくにあたって節約の考え方を軽くお話ししていきたいと思います。節約の考え方としては代用と割引の2つに分けられていて、まず1つ目の代用というものは今使っているものよりも安い品物で代用するという考え方になっております。例えばプライベートブランドなどは代用に当たりますね。2つ目の割引では単純にその言葉の通り品物をより安く買うこととなっております。その例としましてはポイ活だったりクーポンの使用が挙げられます。1つ目の代用について節約術をこちらは5個挙げさせていただきます。まず、1つ目がですね、これは私が実践しているものなんですけど、リップクリームだったりハンドクリームを300円のワセリンで代用するになります。こちらはですね、Amazon の方で購入しておりまして、リンクもつけさせていただくんですけど、ですね、実際にお見せすると、着替えました。早速紹介させていただくのがこちらのワセリンを使用しております。私の好きなミニマリスト YouTuber の方も全く同じものを使用していて、このチューブタイプになってるんですよ。なので指に出して唇に塗ったりだとか、あと手に塗ることもできるし便利なものですね。リップクリームとかハンドクリームってワセリンでできているので、わざわざスティック状のものを買うよりかは、自宅で使用する時とかは全然このワセリンでいいと思います。で、外ではですね、私あんまりリップクリーム塗らなくて、普通に口紅塗り直ししているので、リップクリームは現在ね、購入はしておりません。はい。で、次に2つ目ですね。ちょっと状況が限定的になってしまうんですけど、ディズニーランドで飲み物を買わない代わりに給水器を使うというものになります。こちらはですね、なんかちょっとツイッターとかで炎上している人がいたような気がするんですけど、ディズニーランド行く時に私はペットボトルの水をね1本だけ近くのスーパーとかコンビニで買っておいて、でそれを持って行って空になったらディズニーランドに点在している給水器でお水を入れてそれを飲んでいます。これはですね、ディズニー的には良くないんじゃないかとか思われる方がいらっしゃるかと思うんですけど、実はディズニー側も給水器で水を飲むっていうのは特にダメみたいな決まりはなくてですね、場所によってはなんですけどボトルが置けるタイプの給水器、もうここで水を汲んでくださいねっていうのよく無印良品とかであるような給水サーバーが設置されているというのもありますので、特に裏技というか特に資本主義に抗ったような行為ではないのでご安心ください。はい。で、次3つ目がですね、未だに iPhone 11を使用しているということです。こちらは共感できる方ねいらっしゃるかと思うんですけど、私この iPhone 11を5年ぐらいかなずっと使用しておりまして、
iPhone を購入される時ってザンクレっていうよく最近アルファードで聞くような言葉の仕組みを使って2年間で買い替えをする代わりに1ヶ月あたりの本体代金を安くするよっていうプランがあると思うんですけど、これは私使っていなくて毎回iPhone 買い切りをしております。結局ね5年ぐらい使うって考えたら買い切りの方が安く済むっていうのと、ザンクレっていう制度そのものがあんまり自分的には苦手なのでなるべく使わないようにしていますね。最近私はこうやって YouTube を撮り始めて iPhone のグレードがもう少し高かったらクオリティの高い動画が作れるんじゃないかなとか思うようにはなったんですけど、普段生活する上で特に iPhone が高性能じゃないと困る。最近ね、iPhone 高性能って言ってもカメラの画質がいいとか、そういう、そこまでこだわりがない人にとっては必要のない機能がグレードアップしているというイメージなので、iPhone の買い替えをちょっと先延ばしにしてみてもいいかもしれません。はい、次がですね、Kindle Unlimited Amazon Music 無料期間渡り歩きになります。はい。こちらは完全に人に言えない癒し系ですね。はい。私は通勤時間とかで Kindle Unlimited で本を読んだりとか、プライムリーディングっていうプライム会員であれば無料で対象の本が読めるというサービスがあるんですけど、こちらは追加料金がいらないので積極的に活用しています。で、ブラックフライデーだったりとか、プライム感謝祭の期間になると、過去に、無料体験をした人であっても、Kindle Unlimited や Amazon Music だったり、Audible の、無料体験が3ヶ月とか4ヶ月とか、また無料で体験することができるので、こちらを積極的に活用しています。3ヶ月ってね、1クォーター分なので結構長いと思います。それ以外にも見たいアニメがあったら Unext の無料体験したりとか Spotify の無料体験だとか、なんかいろんな無料体験をやってきましたね。で、Amazon Music って100曲までだったら自分でプレイリストを作って選んで再生っていうのができるので、なんかめちゃくちゃたくさんいろんな曲のプレイリストを作りたいよっていう人以外だったらプライム会員にさえなっておけば本も読めるし音楽も聴けるし、特に不足するようなことはないですね。はい。で、次5つ目がですね、プライベートブランドの活用となります。こちらはスーパーでの話ですね。食品とかあとお菓子関係はプライベートブランドと言いつつ有名な食品メーカーさんが作ってでそのスーパーでプライベートブランドとして販売しているだけなので味のクオリティは全く変わりません。でなんかやっぱり有名なメーカーの有名なパッケージを見るとなんとなく無意識にそちらを選んでしまいがちなんですけど、よーく見たら端っこの方でプライベートブランドが鎮座しているのでそちらもよく確認してみるといいかもしれません。次に2つ目の割引についてお話ししていきたいと思います。まず1つ目がですね、居酒屋に行くときは V モニターを使うというものになります。皆さん V モニターというサービスはご存知でしょうか？ V ポイントはよく知ってるよっていう方多いかと思うのですが、 V ポイントに付随したサービスとして対象の居酒屋で覆面調査として来店してアンケートに答えると飲食代金が 40% からだいたい 60% ぐらいですね。中には100% とかいうお店もあるかと思うんですけど、ポイントで還元されるというサービスがあります。50% 還元ってだいぶでかくないですか？で、そのV モニターで覆面調査をするにあたっての縛りもドリンク1品ずつとあとこのメニュー頼んでくださいとかメインのメニューを1品は頼んでくださいとかその写真をね載っけてでなんか味はどうだったかとか
店員さんの対応が良かったかどうかなど、簡単なアンケートに答えるだけなのですごい重宝しています。しかも対象店舗も多くて、エリアごとに検索をかけると対象店舗が出てきて、でこの中で先着何組まで制限人数があるので、なるべく月初の公開されてすぐに申し込むと良いかもしれません。こういうね、覆面調査とかモニターみたいなシステムって、こちらに何も損がないというか、本当に簡単にできてしまうので、外食欲とかね、お酒飲むのが好きっていう方がいらっしゃったら、これ積極的に活用していくと節約につながると思います。次、2つ目がですね、通販は楽天リーベイツもしくはモッピーを経由するになります。楽天リーベイツというサービスご存知でしょうか？こちらがですね、楽天が運営しているサービスで、対象店舗がもうとにかく多い。で、例えば9店、今メガ割中ですけど、9店も対象になってて、メガ割期間はさらに還元ポイントが増えていたりとかするので、もう絶対これは経由してください。とにかく通販で何か買い物をしようと思ったら、楽天リーベイツもしくはモッピーで検索をかけて、でポイントが還元される店かどうかを事前に確認しておく。これだけで数百円、金額によっては数千円の違いが生まれるので、絶対に見てください。はい。で、次3つ目がですね、メルペイが使えるお店ではメルカリの売り上げで支払うになります。これは結構節約家の方とか、そうじゃない方もメルカリって結構使ってる方多いと思うんですけど、最近メルカリの売り上げから支払うことができるというお店が非常に増えております。例えば私がよく利用するお店で言えば、セリアとかダイソーなどの100均だったりとか、あとは飲食店もですね、使えたり、中にはスーパーも使えたりします。なのでメルカリで不要なものを売ったお金で食料品だとか日用品だとか生活必需品を無料で買うことができます。これをすることによって月々の支出がぐんと減るので非常におすすめです。メルペイもね、新しいアプリダウンロードしなきゃいけないとかそういう複雑な手順があるわけではなくて、メルカリのアプリで支払うっていうところから使えるので、非常に簡単に始めることができるので、まだやってない方はもう今日から使われることをお勧めします。レジのね、ポップをちゃんとね、チェックして、メルペイっていうアイコンがついてるかどうか確認してくださいね。あとコンビニも最近使えるようになってますね。セブンイレブンとか。で、次4つ目が、これにメルペイに付随した話になるんですけど、V ポイントが使えるお店では V ポイントから支払うというところですね。1個目で話した V モニターで還元されたポイントを V ポイントが使えるお店でさらに使ってっていう、無限にポイントをね、ぐるぐる回せるっていう紙システムですね。はい。で、V ポイントはですね、結構還元率が高いので、登録されることがおすすめですね。三井住友カードで積み立て NISA すると、ポイントの還元率が特に高くてですね、ただ積み立て NISA してるだけなのに、ポイントっていう、もうほぼお金ですよね。お金がもらえて、で、それで無料で、すき家とかファミリーマートで食べ物が買えるっていう紙システムです。はい。で、次5番目がですね、これが、9点メガ割半額活です。これもう1個目に持ってきてもよかったかもしれない。これは多分あんまりやってる人いないんじゃないかなっていうか、結構難易度が高い節約術になっていますね。私も半額術を習得するまでに結構苦労しました。ただもう私の話すコツを実践すれば絶対に半額にできるので安心してください。節約するにあたって結構スキンケア何もしないとか肌断食みたいなやってる節約仙人もいるんですけど、私はそこまでではなくて気になってたスキンケアを安く手に入れる。で、コスメももう欲しいなって思うので、より安く買うっていう方向性に落ち着いております。で、これなんですけど、9点のメガ割期間中ですね。メガ割って対象の商品がセール価格からさらに 20% オフになるというものなんですけど、
半額活ってなると合計金額からさらに半額になるというものになります。で、半額にするには半額クーポンを取得する必要があります。これは対象の店舗から発行されていて、目代わり期間中毎日発行しているショップもあれば、対象日だけクーポンが発行されているというショップもあります。で、それについてはよくツイッターとかでね、目代わり半額クーポンとかで検索をかけると、発信してくださっているインフルエンサーの方がいらっしゃるので、こちらを確認してみてください。私が今まで半額クーポンを使ってゲットした例としては、クレンジングで有名なバニラコとか、リップが有名なロムアンドとか、あとコスメで有名なデイジークとか、あと洗顔料で有名なアレンシアの半額クーポンをゲットしたことがあります。でね、これ使うとマジで薬局でめっちゃ安く売ってるスキンケア商品を買うよりも安く買えちゃうんですね。で、バニラコとかはもうマジでめっちゃクオリティ高いじゃないですか。なので絶対これはゲットした方がいいと思います。ほんとね、合計金額目代わりクーポン使って8000円だったものが4000円になったりとかねするので、もうなんか合計点数10何点で合計金額3000円とか、なんかそんなもうなんか頭おかしいレベルに安くなるので、これ絶対に手に入れてください。はい。で、次、6つ目がですね、楽天株主優待で通信料0円っていうものになります。これはなんか別の動画でもちょくちょくお話ししてるんですけど、楽天株を100株買うと、去年の時点ではね、1年間通信料が30ギガまで0円になりますよっていう優待なんですけど、これ今は楽天の社債を買うと通信料0円になったりとかするみたいで、今年の12月とかに多分優待内容が発表されると思うんですけど、この優待が継続されるかどうかっていうのがちょっと怪しいというか、社債の優待で出してしまっているものを株主優待でも出すのかどうかっていうのがちょっと自分の中でなんかどうなんだろうっていうのがあって、今のうちに楽天株買ってくださいねとかおすすめはできないんですけど、こういうのがありますよっていう話ですね。はい。で、次7つ目が Mac の行動活。これなんて読むのかわかんない。なんて読むのかわかんないけど、KODO 活ですね。これは私の好きなミニマリストの方がご紹介されていて、で、私も真似しているんですけど、なんか私は1ヶ月に1回とか無償にマックが食べたくなる時があってマックに行くんですけど、その際にもらったレシートですねに書いてある番号をマックのアプリに入力すると、ドリンクの S サイズだったり、あとコーヒーとかソフトツイストで、デリバリーだとアップルパイかな、簡単なアンケートに答えるだけで、これらのクーポンが配信されます。カフェとか行きたいなって時にはそのマックを巡って無料でコーヒーを得て一服するみたいな素敵な生活を送ってらっしゃる方がいるみたいですね。私は優雅なことは全くできなくて、お手投げとか、あとスパチキとかダブル肉厚ビーフを食べちゃいますね。はい。なので月1ぐらいの頻度に押されてます。はい。で、8つ目が誕生日はクーポン集会の日になりますこれは去年まで私やってなかったんですけど、今年から始めまして、誕生日の月ってなんかいろんな飲食店とかサービスの割引を受けられることがありますよね。これ関東圏に住んでいる方が特にお得かなと思うんですけど、お台場のジョイポリスっていうジェットコースターとか、あといろんなアトラクションがあるレジャー施設が乗り物とか乗り放題で誕生日当日は0円になるっていうサービスがあります。で、それ以外にもデニーズでバースデープレートがいただけたりだとか、あと31だと当日じゃなくてもよくて、レギュラーサイズのアイスが無料になったりとか、なんかいろんな飲食店で無料でもらえるっていうのがあるので、なので、これをクーポンを周回して誕生日楽しむみたいな。なんかなかなか誕生日とかじゃないとジョイポリスとか
私は行ったことがなかったので、私の誕生日12月なのでこれから行って、それもちょっとね動画にできたらいいかなって思います。このアイデアは節約トップ YouTuber のクラマさんっていう方が誕生日 Vlog みたいなの出してて、それでこれ面白いなと思って、私もそれに見習って真似して過ごしてみたいなって思ってます。はい。で、次、9つ目、9個目が髪を切るときだったりとか、私は宿毛矯正をしているので、そういった際に格安カットもしくはミニモを使用するというものになります。これは結構有名な節約術ではあると思うんですけど、ここで他の人と被らないポイントとしては、ヘアサロン岩崎っていうチェーンのヘアサロンがあるんですけど、こちら結構格安カットで、普段のカットが1000円、1200円とか、そのぐらいですね。格安カットなんて、いっぱいあるし、当たり前じゃないって思うんですけど、この岩崎って結構男性よりも女性比率の方が高くて、で、美容師さんも女性の方が、私の周りだと多くて、で、平日のですね、タイムサービスがありまして、これ店舗によってそのタイムサービスの時間帯っていうのは違うんですけど、そのタイムサービスの間に、カットに行くとカット料金が690円になります。マジ安い。これ普通の美容院で 2,3 ヶ月に1回6000円とか払うぐらいだったら、もう毎月690円のタイムサービス中に行っちゃった方がいいんじゃねみたいな。結局行かないんですけど、行かなくてこの髪ボサボサになってはいるんですけど、そのタイムサービスしてるだったらそのカットのね頻度増やした方が身なり良くなりそうだなみたいな感じに思ってますね。はい。ミニモに関する注意事項なんですけど、髪に関しては資格を持った人が施術してくれるのでミニモめっちゃおすすめなんですけど、ネイルに関してはネイルサロンって無資格の人でもできるし、資格持ってる人でも結構センスが問われる業種なので、ミニモ使っても仕上がりが結構思い通りにならないみたいなレビューをかなり見ることが多くて、私もネイルね今セルフでやってるんですけど、プロにやってもらいたいなと思ってミニモで探してたら6000円とかねするのにめっちゃガタガタにされちゃいましたみたいなレビューがいろんな店舗であるので、あまりネイルに関してはミニモおすすめじゃないです。はい。で、次最後ね、10個目がふるさと納税では贅沢食材を買うなですね。はい、ふるさと納税ね、そろそろ12月末もね近づいてきてるので買おうかなって、すでにねポイントがもらえなくなる前に急げっていうタイミングでね枠を使い切った方もいるかと思うんですけど、これから買う方はですね、贅沢食材は節約の面ではあまりおすすめできません。はい。というのも贅沢食材って、例えば1万円でカニが 500g ぐらい届きますよってなって、それ1回で食べてしまいました。じゃあ、反対にその同じね1万円でトイレットペーパー、96ロールを買ったら何ヶ月ぐらい持ちますかって考えると結構長く持ちますよね。なのでとりあえず1回2回で使い切ってしまうような贅沢物を買うより、長期間にわたって利益を享受できるものを買うことをおすすめします。私が今まで買ったもので言うと、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、あと、これ彼氏なんですけど、白の香水とか、香水って長持ちするものだし、買うってなると、あまり安いものではないので、ハードルが高いっていうのと、あと私だとリファのブラシとかね、長く使えるものですし、それ以外だと、バスタオルとか、あとは、とろろとか、おかしなものばっかりだと思うんですけど、とろろとか、ハンバーグとかね、結構数が多い。レトルトカレーとか、あと、ハンディアイロンとか、家電系も買ったりしましたね。はい。なので、私過去に贅沢食材買ったの牛タンぐらいかな。牛タンも美味しいっちゃ美味しいんですけど、別にそんなに大量に厚切り牛タンが食べたいっていう欲望はなくて、ちょろっと焼肉屋に行った時に食べたいなって思うぐらいなので、あと豚肉のスライスとか、あとお米も買いましたね。お米はマジでおすすめかもしれない。で、あとはそば、うどん、乾麺のセットとかもおすすめです。長期保存が効いて
で、長きにわたって節約効果を受けられる、さっきもね、言いましたので、再びのね、警告になってしまうんですけど、贅沢食材よりも、日用品だとか、あとは普段食べるような主食系がおすすめですよっていう話でした。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、15個節約術をご紹介したんですけど、これ以外にも自分しかやっていないよっていうような節約術がありましたら、コメントにて教えていただけると私も参考にしたいので嬉しいです。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画が良いと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバーイ。